美味しいものがありゃどこまでも飯旅 Season 6 Konkai no Mesha to Biwa 北海道日高ビラトリ界隈8000。それでは早速 Let's get it started 1 Bilatoli Kulo Bekko いろいろやってなくって久々の黒べこさんシーズン1で来て以来の登場となりました。いっつも大繁盛なのは存じ上げておりますが、さあうまくて当たり前の和牛サーロインステーキ4300円が安いのか高いのか。前回は安いのとハンバーグ食べてムムムーなったんでね、はい、今回はいいやつ行かしていただきました。ランチに4300円はなかなかのハレンチランチ。おーっとこれは素晴らしいサーロインだ。厚切りでの提供が嬉しいですね。普通サーロインって言ったらこういうバンのやつを想像するけれども、ここはあえて厚切りで出すためにってこうしてるみたいです。これはマグロで言ったら大トロだ。中トロ好きの私にはややサシが入りすぎだけどうますぎる。なのでワンランク下でもいいのかもしれませんね。いやー素晴らしいビラトリ牛いただきました。もうちょっととはいろいろ思うところはありますが、これ系の和牛ステーキは美味しいのを食べようと思ったらもっともっとしますからね。お肉を肉屋さんで買って家でとかバーベキューでっていうのがいいかも。ああそうかもね。しかしこの界隈うまさん系パワーでしょうか。豊かですね。ね、結構なお値段なんですが、こちらのレストランいつも大繁盛でございますね。羨ましい。2 Bilatoli Pasta to wa your shock no misa koto na苫小牧からエリムへ向かう海岸線の国道235号からビラトリシムカップ方面へ国道237号線を15分ほど行ったところにある可愛らしいレストラン。結構人里離れたというか何もないところゾーンにありましたね。はい、女性店主さん一人で切り盛りされてるお店ながら、なんとオープンとともに満席1時間待ちという大人気のお店なんです。わおすごいね。ねえ、ご飯が切れちゃってパスタしかできないけどいいとのこと。ディーン。本当は豚丼が食べたかったんだけど次回のお楽しみということでナポリタンをいただきます。残念だったね。そうなのよ、食べたかった。ビラトリ豚も美味しいからね。ねえ、付け合わせはサラダかスープか選べるのでほぼ毎日外食。野菜不足の飯旅ーズ、もちろんサラダをチョイス。色鮮やかなサラダにミニオムレツ付き、ドレッシングも自家製で美味しゅうございます。いいね。だから混んでんだね。ナポリタンも野菜がたっぷり入ってボリューミー。しっかりケチャップ味で意外とパンチ効いてますね。なかなかすごい色してますな。でしょ。しかし配膳から調理会計、こりゃ一人で大変だ。なのに店内きれいにされてて時間はかかるけど丁寧に調理されているのが伝わってくるお店でした。食べ終わると気づけばグリーン一人ぼっちり。帰りにトマトのお土産もくれました。あらま。美味しかった。わお、ローカル農村地域のお店あるあるだね。これが北海道の醍醐味っしょ。だね。3 Mukawa Itpukudo向川町の道の駅向川四季の館真向かいにございます一福堂さん。向川町で発見された全身骨格化石で有名な向川竜カムイサウルスや、それって有名？初耳なんですけど。何言ってんだ。後期白亜紀約7200万年前のハドロサウルス科の新属新種の恐竜らしいよ。7200万年前って何年前？カムイサウルスや町の特産品シシャモをモチーフにしたユニークな焼き型で作るお焼きが名物。一福堂さんの恐竜焼き180円。ドライブのお供にぴったりですね。シシャモはこの時はお休みだったけど向川といえばシシャモですからね。シシャモ、本物のシシャモは高くて手が届かなくなっちゃったからね。これいいわ。確かにチキンマヨ美味しいし。マヨネーズはすごいね。ね。深刻な記録的不漁が続いておりました向川のシシャモは資源保護のため2023年から2025年までの3年間自主休漁をしていたのですが、試験操業が今週この秋に実施されるようで、本場向川産のシシャモが市場に流通する見通しだそうな。わーい、念願のシシャモ寿司食べれるかも。楽しみだね。4 Hidaka Cafe Urin
視聴者のスーさん、コモコモさんおすすめのこちら、ゆりんさんへ。スーさん推しのスパイシーなカツカレーをいただきにやってまいりました。私は付き添いでチーズケーキを。変な組み合わせ。ね、ドロドロスパイシーでアンビカを感じるスパイス感。ね、思った。珍しいよね。こういうスパイス使うお店。なかなかないぞ。おいちゃんの撮影バッグの匂いがする。なんか美味しくなさそう。偶然の一致かもしれないけれど、そういうスパイス感ですね。美味しい。これゆりんさん、どこでこのスパイスだな、聞けばよかった。じゃんじゃん。高額案件だけども、スープもサラダもついて1650円。カツが美味しいですからね。生肉の食感、もちろん揚げたてサクサクの120万圧ってとこかな。ちゃんとの料理がいいですね。ちゃんとって大事よね。大事。チーズケーキも美味しかったね。美味しかった。ご紹介いただきましたスーさん、コモコモさん、ありがとうございました。5. ニューヨーク Hidaka Monbetsu Onsen Tonekko no Yu. 本日の整いは今年3月にリニューアルしたばかりというトネッコの湯さんへ。すごい綺麗になってたね。はい。木のぬくもりを感じられるサウナは90度前後の12人くらいがゆったり入れるこの字型。水風呂15度前後くらいで2人がいいとこかなという小さめサイズですが、ヘッドシャワーがあるのが嬉しいざんすね。こじんまり露天風呂にサンラウンジャーベッドが2台あるのが嬉しいですね。そして休日でもそんなに混んでないのが嬉しすぎる。この整いが500円ってのは北海道ならではでしょうかね。また来年お邪魔します。 6. Today's Katsu Curry. Bilatoli Oshok Jedokoro Soccer A. 続きまして、AM ホニャララさん、NBTJL さんおすすめのお店です。実はこちらの場所は過去に何度も来ていたんです。カツカレーが評判のお店ってことでね。はい、かれこれ何年越しでしょうかね。美味しいという評判だったので何度もこちらのお店の前までは来てるのですが、いつ来ても閉まっていましてね、やっとさっと初栄えてございます。はい、前身は約30年にわたり親しまれていた人気食堂味どころ栄さん、2022年に閉店してしまったのですが、道理で閉まってるわけだよね。地域で愛され続けた味を残したい、復活させたいという思いから、お孫さんご夫婦によってクラウドファンディングなどを得て2024年にお食事処栄としてリニューアルオープンしたそうなんです。お孫さんが素敵な復活劇だね。ということで高額案件に目を白黒でございますが、昔からの大看板名物カツカレーですからね。なあ、濃ゆそうね。濃いね。濃厚なボリューム爆発、甘めのカレーながら辛さは後からほんのりと。カツも立派ですぞ。これはなかなかのナイスカツカレーだ。こういう形で絶飯危惧のお店が引き継がれていくのはいいですね。本当だね。どんどん全国の老舗がなくなっていってる。本当だね。悲しいですね。急がねば。ダッシュダッシ7. Bilatoli Hale no Asa. ビラトリ町の中心部にあります晴れの朝さん。今日はあいにくの雨模様ですが、お店の前に来てみると、あれ、ここ来たことあるぞつってね。そうなの、飯旅あるあるでね、初めて来るつもりで来てみてもあれっていうのがよくありまして、なんだって年間1000件くらい食べ歩ってますんでね、データベースは増える一方、カレーによる記憶領域は減る一方。カレーって記憶力なくす食べ物なの？だから俺何も覚えてないんだ。違う、カレーじゃなくてカレー。You understand? Do you そういう understand? ことかい。生シューはドライトマトが入ってるという珍しいシュークリーム。カスタードはなしだけどくどくない。アクセントのドライトマトがここにしかないオンリーワンシュークリームのフレーバーになってるね。ね、ブラッドオレンジは甘みとほんのり苦みが優しいマーマレードって感じで、タルト生地もサクサクで、これは猛烈に好きね。好きこういうの好き。地元のファミリーがバースデーケーキ取りに来て、お子ちゃま大はしゃぎ。地域で愛されるお菓子屋さんのようですね。お店の方と子供たちのやりとり見てるとなんだかほっこりする、安心する飯旅ーズなのでした。ねえ、可愛かったね。 8. Hidaka Koshitsu Genghis Khan Temujin.
サラブレッドの聖地で羊を食らうの巻ってことで、こちらとみじんさん、視聴者の直木藤川さん、こもこもさんから美味しいタレコミいただきまして参上。おーっと藤川さんからはちょいちょい美味しいの紹介いただいておりますんでね、楽しみです。はい。と来てみると駐車場びっしり大人気ですね。ねえ、超満員。メニューを見るとラムレバーやラムタンなどの変わり種もあっていい感じ。がしかしジンギスカンの物差しは肩ロースと決めております飯旅。いつものように肩ロースとラムショルダーを注文。運ばれてきたお肉を見て焼肉や経験もあるバッポがうなる。おこれはかなりうまいやつだぞつってね。見るからに美味しそうね。見てわかる新鮮さ丁寧に処理されたお肉でね、これで生ラム1人前アンダー1000円ってのは今や安い部類だね。またどっさりもっこりのもやしが嬉しいね。これぞジンギスカンってやつ。玉ねぎも美味しいけど、やっぱジンギは大量のもやしがテンション上がるでござる。わかる。やっぱ子供の頃からジンギスカン言うたらもやし、メインもやしで箸休め的に肉みたいな、そして期待を裏切らない見た目通りの羊さん。はい、美味しい。いろいろ食べてきたけど、これは間違いなくトップクラスのジンギスカンだね。お通し料がかかるのはちょっとムムムなんだけど、こんなにいい状態でお肉を出してくれるジンギ屋さんはなかなかないぞよ。ない。でもこれさ、肩って英語でショルダーでしょ。よく知ってるね。バカにしとんのか。肩にショルダーバッグって思いやすいでしょ。ショルって背負うってこと？あれショルって使わない？背負っていく。これ背負えるみたいなのショルからのショルダー。ダジャレ？そうね。ダジャレかってこれね、肩ロースとショルダーでしょ。両方肩じゃんって思うんだけど、どういうこと？これ肉屋に聞いたんだよ。するってね、肩ロースってのは肩っていうか首と胴体の結合部分の肉のことで、ショルダーってのは腕の付け根部分ってことらしいです。なるほどね。ってことは肩ロースはロースより、ショルダーは腕よりってことはちょっと筋っぽくなるってこと？そういうこと。お肉はパーフェクトでしたね。肩ロースは柔らかく申し分ない生ラムでした。ちょっとミルキーな味したよね。した久々ミルキーな美味しい羊さんいただきました。ショルダーはしっかりと噛み応えはありますが、これはこれでこれ美味しゅうございます。こっちの方が好きって方も多いんではね。これは札幌にあったら間違いなく通っちゃう。グリーン的にはお値段とのバランス考えるとナンバーワンジンギスカン。ナンバーワン来ました。次回はレバーとタンもいただくとしよう。楽しみ。タレコミいただいたコモコモさん、球児藤川さん。違う、阪神の監督じゃねえ。美味しいタレコミありがとうございました。次回のメッシュとビはガチでまた食べたい。Shinhida ka ni kapkaiwai desu. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画をご覧ください。よろしくしなくと。厚切りで出すためにバンをガラガラちゃう。はい、ビラトリ2カップ界隈へ。ビラトリ2カップ。シムカップって読みますこれ。ね。はい、市場にリーチばかりというネットコのユーさんにさ。トネッコだよね。トネッコのユーじゃん。今日は小津の雨模様ですか。あいにくと読みます。生シューはドライトマトしっかり噛み応えがありますがそこ上手に噛みましたね。